ございます。冒頭2点ございます。まずは7月3日からの豪雨による浸水被害などにより、九州南部を中心に甚大な被害が生じております。今なお豪雨が続いている状況にあります。亡くなられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、被害、被災に遭われた方々に対してお見舞いを申し上げたいと思います。今朝6時時点の私どもの報告を受けている状況でありますが、まず水道施設については、熊本県及び鹿児島県では、最大で1万613戸以上の断水が確認されましたが、8462戸においては解消し、現在2151戸以上の断水が生じ、応急給水等の対応を取っているところであります。福岡、佐賀、長崎では、現時点では断水はないとの報告を受けているところであります。他方、熊本県球磨村をはじめ、水道の通水状況について確認中の地域もあります。昨日からの九州北部を中心とする豪雨に新たな被害状況の把握に努めております。日本水道協会と連携し、派遣可能な状況になり次第、水道関係者を派遣し、給水等の作業に当たるべく、現在、待機をしているところでございます。医療機関の関係でありますけれども、熊本県全体としては合計20医療機関が浸水等の被害を受けております。このうち4つの有料診療所においては、入院をされている患者さんを他の診療機関に搬送されているということになりますが、残り16医療機関については、電源者等の派遣により、機能を維持しているというふうに承知をしております。また、特に被害が深刻な球磨医療圏では、災害拠点病院である地域医療機能推進機構、いわゆる JEICO の人吉医療センターを中心に医療機能が維持を発揮されているところであります。また本日は DMAT 隊が18都府県から103隊出動し、県庁等での情報収集活動や医療活動等の実施などの支援に当たることとしております。また、昨日からの豪雨の影響により、鹿児島県で1医療機関が建物の一部損壊、これ土砂が近くに土砂が崩れたということなんですけれども、機能は維持をされているということです。また、福岡県で1医療機関が浸水の状況の被害を受けているということであります。また、社会福祉施設については、熊本県では八代市、人吉市など10市町村で、合計56施設において浸水等の被害が生じております。昨日からの豪雨の影響については、現在、状況を確認をしている段階であります。また避難所における健康管理等でありますが、現在、九州地方では、福岡県、大分県は現在確認中でありますので、それを除き、6855人以上の方が706箇所以上の避難所において避難生活を送られております。また、避難勧告指示が出された13県については、9906人以上の方、これは全国で避難をされているとのことであります。7月5日から熊本県に対して厚生労働省から4人の職員を派遣をし、避難所における新型コロナウイルスをはじめとした感染症対策の熱中症予防対策などの取り組みを当たっております。また、熊本県からの要請に基づき、本日、保健師2チーム、福岡市と徳島県から2チームを派遣をいただいたところであります。被災地の保健医療活動を支援する災害時健康危機管理支援チーム、いわゆる D ヒートについても熊本県から要請があり、派遣に向けて調整を行っているところであります。災害時における物資支援でありますけれども、内閣府防災を中心にプッシュ型支援を実施しているところでありますが、マスクや消毒液など衛生関係の物資については、私どもからまず関係業界に対して流通在庫等による迅速な支援実施を要請するとともに、内閣防災と調整をして医療機関向けのマスクの融通、あるいは消毒液の調達支援を合わせて実施をしていくこととしております。引き続き各自治体と連携を密にして被害の状況把握に努め、先手で被災者の支援の万全を期していきたいというふうに考えております。2点目でありますけれども、
これまで準備を進めてまいりました新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、いわゆる雇用調整助成金の個人支給に関してでありますが、申請開始に向けてですね、申請書や Q&A といった情報を公表する準備が整いました。本日、厚生労働省のホームページに関連情報を掲載したいと思っております。申請書類は厚生労働省のホームページからダウンロードいただくことも可能でありますし、ハローワークにおいてもですね、入手をしていただくことができるようにしております。お手元に申請書の様式をお配りをしておりますが、記載内容は申請者や事業者の名称、あるいはお名前と住所、振込先口座など、必須の事項のほかは最小限の内容とさせていただいているところであります。申請に必要な書類の準備をまずは進めていただきたいと思いますし、できれば今日の夕方には申請の簡単な説明をした動画をアップしていきたい。これは夕方以降になると思いますが、考えております。なお、この支援金は複数の事業者で事業所に勤務をされていて休業されておられる方についても、複数事業分の申請を可能とすることとしております。こちらについては別途受付体制を構築していく必要もあります。若干、時間がかかっておりますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。また、コールセンターも本日から稼働させていただきます。電話番号は0120-221-276、これもお手元に書かせていただいております。土日祝もコールセンターを開けて運営したいと考えております。現在今、さまざまな準備を進めておりますが、順調に進めば7月10日金曜日を目途として、まずは郵送での受付を開催したいと考えております。最終的にはシステムの最終確認を行った上で、改めてその開始を申し上げたいというふうに思います。また、複数事業者の方は先ほど申し上げましたけれども、少し遅れてということで、7月10日から一般の方が郵送が始まれば、そのさらに1週間後を目途に今、準備を進めております。なお、オンラインでの申請については、準備が整い次第開始をしたいと考えておりますが、7月10日には残念ながら間に合わないということで、その後ということになります。これも合わせてご連絡を申し上げたいというふうに思います。こうした対応によってですね、7月の先ほど申し上げた10日から郵送での受付を開始することができれば、支給に関しては7月中に順次お知らせをさせていただきたいというふうに考えております。私の方からは以上です。